こんにちは、チャーリーです。多くの方がやってしまうミス。インパクトで軸を保ってスイングしたいのに、上体が突っ込む。そして、後方から見たときに前傾角度が起き上がる。手の使い方、クラブの使い方、動向の前に、軸がブレていては、そもそも安定もしませんし、飛距離もかなりロスします。なので今回は、正面からも軸がブレない。後方から見ても前傾角度がブレない。これが身につく、とっておきのドリル、解説していきたいと思います。チャグル TV 始まるよ。多くの方が軸を保てない原因の一つに、体重移動の勘違いというのがあります。バックスイングでしっかり右足に体重を乗せて、そしてダウンで左にしっかり体重を乗せる。そしてインパクトする。ボールに体重を乗せるみたいな言い方もしますが、この体重移動という発想がそもそも軸のブレも生んでいますし、スイング中の前傾角度を保てない原因、これにもなっています。なので、スイング中の正しい体重の位置、これを理解することで、ゴルフを始めたばかりの方でも、プロのような美しい軸を保ったスイング、できてきます。それでは早速、やり方を説明していきます。まず、インパクトの形、体重がどこにあるのか。これは、右足の母子球、親指の付け根、これがインパクトの時の体重の位置です。多くのアマチュアの方が、体重が後ろに残って、こう打ってしまうので、そんなわけないじゃないかと思うかもしれませんが、アドレス取っていただいたら、右膝、右つま先を45度内側に回します。この時に、右足の母子球の上に頭を持ってきてください。この形、この体重の位置がインパクトの時の体重、そして右足の向きになります。もう一度いきます。45度内旋、そして頭を寄せて、右の母子球の上。そしてここで、左のお尻を後ろに引きます。股関節を押し込んで、肩を少し開くと、これがインパクト。頭が右膝よりも右にある感じ。これが左右にも頭がぶれないで、かつ前傾角度を保てている体重の位置になります。こんなに右足の上なのと思うかもしれませんが、これは停止した形なので、流れで振っていくときは、左足も踏んでいるので、実際はもう少し左足に負荷がかかった感じがします。これはスポーツの特徴で、本人がイメージすること、停止してやること、これと実際に連動でスイングをしているときの形や体重の位置は、ある程度ズレが生じます。トッププロ、上級者の方が、こういうイメージで打っているという自分が話していることと実際に起こっていることが大きく違う。バックスイングでしっかり右、インパクトで左、こう動くと、ただただ軸の動く回転運動ではなくなってしまう。そして左右に動くから逆にお尻を引くことができない。前傾角度も変わってしまうという悪い方向へ循環してしまいます。なので気にすることなく行ってみてください。右の母子球に乗るというのが、なぜ前傾角度も崩さないのかというと、左足に乗ってしまうので、こちらが軸になってしまって、左のお尻を引くことが難しくなります。右の上に乗っているので、体重のかかっていない左足をしっかり引くことができます。プロのインパクトを映像で見ていただいても、頭の位置は構えた時よりもかなり右側、この辺りで当たっているはずです。本人の感覚としては左足に体重がかかっているかもしれませんが、プロのインパクトの形、そのままを真似してみてください。かなり右足に体重がかかります。45度回す。そして頭を右に寄せて母子球に体重をかける。そのまま肩を開きながら左の腰を引く。これがインパクトの形なので、ここからスッとフィニッシュまで立ち上がってみてください。作っておいて、ここから左足の上に乗る。まずは、こういった練習をしていただいて、正しいインパクトの体重配分。ここから右足を蹴って、左足の上に乗る。この時点で左の腰しっかり引けているので、腰も結果的に開いて、そして肩も開いてくることができます。このまま、フィニッシュまで。
するとバランスの良いスイング、インパクトからフォローの体重の位置や力の入れ方がしっかり分かってきます。で、次のステップとして、インパクトここだよとしっかりイメージしておいて、ハーフスイングしていきます。引いたら、今の形に持っていく。そして、一つ目のステップであったフィニッシュを取る。というふうに、まず正しいインパクトの形を知る。しっかり右の母子球に乗っている。この形を覚えておいて、引いたらもう一度その形になるように。ショートアイアンで反復していっていただいて、感覚としてはかなり頭が右にある。そして、インパクトした後に体重を乗せていく。もちろんいろいろなインパクトの形、プレイヤーごとにやりやすいやり方がありますが、多くの方が、とにかく軸が動く。インパクトでビハインドザボール、頭が後ろにあって打っているアマチュアの方、本当に少ないです。左足に乗るから、左腰が引けなくなって、前傾角度も起きている。しっかり体重移動をして球を打たなければいけないと思っているせいで、そもそも軸が全く保てないということが起こっています。このドリルの右足の45度内側への回し方ですが、右の母子球を支点にかかとをちょっと浮かしてくるっと回します。この時、右腰は落としたくないので、どちらかというと右腰高いぐらいの感じです。で、なぜ45度内側に回すかというと、膝が外を向いていては腰を開くことができません。最も効率的に飛距離を伸ばして安定するスイング。これは、胸が開いて当たる。このハンドファーストの形以外にありえないので、膝を正面に向けたまま右足に体重を乗せては、体を開くことができなくなります。なので、インパクトまでに事前に回しておく。そして体重を右にかけておく。これが45度足を回した上に体重をかける必要性です。これはプロの中にも、インパクトで膝やつま先が右に向いて、しっかり腰が左に寄ってこう打ってるプロ、半数はいます。しかし、足がこうではなく、こう打つためには、肩甲骨の柔軟性やサイドベンドの柔軟性、体が柔らかいことが大前提になります。なので、インパクトでぐにゃーってなるようなジュニアみたいな柔らかさが出る方はもちろん左足に乗りながらこうインパクトしてもいいと思います。しかし、ある程度年齢もいってきて体に負荷がかかるようなねじりを入れなくともこの位置でインパクトできてくれば体への負担を足の使い方で補うことができるので体の軸がぶれる、前傾角度が起き上がる。今回のこの練習やっていただければ何か大きな発見があってさらに成長していけるのではないかと思います。これから冬になりラウンドもしづらくなってきます。なのでぜひご自宅でインパクトの形だけでもできるので春に向けてこの練習ぜひやっていただいて、今までイメージされていたよりも頭の位置というのはかなり右にあり、そしてかなりお尻は後ろにあり、そして当たる前にすでに足や腰は開いている。そうでなくてはならないと思ってしっかり反復練習してみてください。そしてここからはチャグル TV 公式アプリ会員の方に向けてさらに深掘りした補足情報をお伝えしていきたいと思います。よければそちらもご利用ください。あと最近お問い合わせで海外の方から公式アプリにアクセスしていただいて公式アプリの方に入会していただいているのですが現在日本語にしか対応していません。月4回の毎週公開している動画には将来的にはテロップを英語の字幕を追加したいと思っていますが現在はついていません。なのでこの YouTube を外国語の字幕でご覧いただいている方は大変申し訳ありませんが日本語の動画を翻訳してご覧いただくことになります。そちらはご了承ください。それでは。